皆さんおはようございます。トコトコライフへようこそ。今回はブカスターの最新モデル 3.0 シリーズの120センチケージを1年以上使った正直レビューをお届けします。実際に良かったこと、そして正直大変だったことをハムスター目線と飼い主目線でそれぞれお話ししていきます。 2.0 シリーズから 3.0 シリーズへの変更点や我が家で以前使っていた80センチとの違い、また注意点についても詳しくお話ししていきます。このケージは決して安いお買い物ではありませんので、動画を最後まで見て後悔のないケージ選びの参考にしていただければ嬉しいです。現在このお家に住んでいるゴールデンハムスターのポムさんは生後4週間の時、我が家にお迎えしました。お迎えに間に合わせるため急遽購入したのがこちらの 2.0 の80センチモデルです。ここにできる限りの深い床材やアイテムを入れてきました。ポムさんもまだベイビーでミニサイズだったため、最初は十分な広さのように感じていたのですが、体も大きくなり成長するにつれて少しずつ気になる行動が見られるようになってきました。例えば特定の場所を何度も登ろうとしたり、外に出たそうな様子を見せたり、ペロペロしたり、もちろんその行動だけで原因を断定することはできないんですけれども、好奇心旺盛なポムさんには少し物足りなかったのだと思います。そんな頃にですね、ブカスターの新しい 3.0 シリーズが発売されました。どうせアップグレードするなら一番大きいモデルを試してみようと思って選んだのが現在使用している 3.0 シリーズの120センチモデルです。ここからはブカスターで展開されているケージのシリーズについて簡単に紹介していきます。ブカスターのメタルケージシリーズにはいくつかの世代があり、初期モデルの 1.0、その後日本でも人気になった 2.0、そして現在販売されている最新モデルが 3.0 シリーズです。このメーカーが気になっている方の多くは大きなケージを探していると思うので、今回は分かりやすいように80センチ以上のモデルに絞ってお話をしていきたいと思います。我が家でポムさんをお迎えした当時に使用していたのは 2.0 シリーズの80センチモデルでした。この 2.0 シリーズには横幅80、奥行き50、高さ50、こちらの80センチモデルと150、52の100センチモデル、この2サイズがあります。そして最新モデル 3.0 シリーズには横幅100センチ、奥行き50センチ、高さ52センチの100センチモデルと120、60、62の120センチモデル、この2サイズがあります。現在我が家が使用しているのはこの一番大きい120センチモデルです。120センチは100センチモデルと比較すると奥行き、高さともにプラス10センチと大きくアップグレードされているのもポイントです。実際に我が家にある80センチと120センチを比べてみるとボリュームがかなり違いますね。床面積も大きく増えるので置けるアイテムの数やレイアウトの自由度が大きく変わってきます。また 3.0 シリーズでは単純にサイズが大きくなっただけではなく 2.0 旧シリーズから改良されたポイントがいくつかあり、まず大きいのがケージ全体の強度です。一番の懸念点だったケージの底の面の構造が見直されて、そこには補強用の金属バーが追加されています。メーカーの公表値では 3.0 シリーズでは100センチモデルが最大25キロ、120センチモデルは最大30キロの重さに対応しているそうです。旧 2.0 モデルはそれぞれ80センチモデルが最大12キロまで、100センチモデルが最大15キロまでだったようなので、同じ100センチモデルでもプラス10キロとかなり頑丈な作りになりました。そのおかげで深い床材や重たいアイテムを設置した際にもたわみにくい設計になっています。ご覧のように組み立て後、飼い主が実際に入ってその丈夫さ検証済みです。
詳しくはこちらの動画をご覧ください。そして実際に我が家では15ヶ月大量の床材や重たいアイテムを設置していますが、今のところ問題は起きていません。床材を押し固めるために上からかなりの圧をいつも力をかけているんですが、こちらも今のところは問題ありません。また透明なアクリルパネルも以前よりも厚みが増していたり、上のフレームにも補強が加えられ強度がアップしているそうですね。機能面では上の蓋が両開き構造になったり、ロゴの位置が変更されたり、素材の質感がマット仕上げになったりと、細かなデザインのアップデートも行われています。全体的に3.0 シリーズは旧 2.0 シリーズと比べてより頑丈で安心感のあるケージへ進化したなという感じです。もう一つ 2.0 シリーズであったのが音の問題なんですけれども、こちらも 3.0 シリーズでは改善されているなという印象です。実際にそれぞれのケージで音を比較してみましたので、こちらの動画をご覧ください。それではここから実際に120センチケージを15ヶ月使用してみて感じたことをハムスター目線と飼い主目線の両方からお話ししていきたいと思います。まず一番大きなメリットだと感じているのはケージそのものではなくポムさんの行動変化です。以前使用していた80センチケージではできる限りのアイテムを設置していましたが、ポムさんにはどうやら物足りなかったようで、120センチケージへアップグレードしてからはこれらのような外に出たいっていう行動がピタリと止まりました。どうやらポムさんにはこのサイズが合っていたようですね。で、その代わりに増えたのがケージ内での活動です。穴を掘ったり、ケージ上を走り回ったり、登ったりくぐったり、砂浴びをしたり、餌を探したり、以前よりも忙しそうに過ごす姿が見られるようになりました。また餌をまいたり隠したりするフォージングスタイルの餌やりを導入してからは、餌を探すということに費やす時間も増えたので、その影響もあるかもしれません。フォージングについては別動画で詳しく解説しておりますので、気になる方は概要欄にリンクを貼っておきます。そしてもう一つ面白かった変化が回し車の走行距離です。我が家では回し車に計測器を設置しているのですが、120センチへアップグレードしてからは以前よりも走行距離が減りました。もちろん個体差はあるとは思うんですが、ケージ環境にて走る以外の選択肢が増えたことで活動が分散されたのかもしれません。その行動の多様性を実現する上で大きかったのがやはり圧倒的なスペースです。120センチというサイズになると深い床材、大きな回し車、広い砂浴び場、複数の隠れ家、異なる素材を入れた穴掘りボックスなど様々なエンリッチメントを同時に設置することができます。80センチの頃はどうしても何かを追加すると何かを諦めなければならずもどかしさがあったんですけれども、120センチになるとレイアウトの自由度が大きく広がり、ポムさん自身がどこで何をするかという選択肢を増やしてあげられるようになりました。次に気に入っているのが床材をたっぷり入れられることです。
このケージには前開きの扉がありつつも、そこまでの高さが約30センチもあります。つまり一番低い部分でも約30センチの床材を入れることができるということですね。以前使用していた80センチモデルではここまでの高さが24センチだったので6センチアップしています。ポムさんは毎回ケージの底まで穴掘り活動をするので、この差はかなり大きいと思います。また床材の量が増えることでケージ全体が汚れるスピードを抑えられるという飼い主視点のメリットもあります。実際にケージを掃除している様子やその方法は過去にたくさんの動画を出しておりますので、そちらをご覧ください。ではここからは飼い主目線でのメリットを中心にお話ししていきます。こちらのケージは360度透明アクリルパネルなので、ハムスターの活動を観察しやすいです。特に側面から地下室の巣穴の位置が把握しやすく、巣穴が確認できた際には寝室や食料庫の位置もある程度予想できるため、次のお掃除計画も非常に立てやすくなります。またこのパネルは金網タイプのケージに比べて金網を噛み続けて歯を傷つけてしまうというリスクも減らすことができます。上の扉はとても大きく開くので、掃除やレイアウトの変更がとてもしやすいです。蓋もこのように簡単に取り外すことができて、すぐに戻すこともできます。このケージは別売りのキャスターを取り付けることで、ケージ内にたくさんの床材やアイテムを設置した状態でも簡単に移動させることができます。我が家ではエアコンの効率を考えてケージの位置を変えたり、お掃除の際にも動かしたりするのでとても助かっています。ポムさんのお家はですね、たくさんアイテムを入れているので重くて持ち上げることはほぼ不可能なので、こちらのキャスターをフル活用しています。ハムスターは本能的に上から手が来ることを警戒しやすい動物ですので、前から開けられる扉があると同じ目線でコミュニケーションが取りやすいです。おやつを渡したり触れ合ったりする際も使いやすく、こちらの扉を使用することでポムさんも安心して近づいてきてくれている印象があります。さらに床材をしっかり深く入れながらもこの触れ合いスペースを確保できるのも魅力だなと感じています。そもそも120センチケージにアップグレードしてからは、ポムさんが脱走を試みている姿自体をほとんど見かけなくなったこともあるんですが、15ヶ月使用して我が家では脱走事故は一度も起きていません。まず上の蓋はかなり重量があるので、ハムスターの力で開けることは不可能です。床材を深く敷いたり背の高いアイテムを設置したりしても安心感があります。さらに空気穴も一つ一つが小さいため、ここから脱走することはできないはずですね。実は以前の Q2.0 シリーズのケージで、この前開きの扉にあるクリップとクリップの間にできた隙間からハムスターが脱走してしまったというお話を聞いたことがあるんですけれども、こちらの120センチモデルでは前開きの扉そのものが大きくて重たいため、この6箇所のクリップの留め忘れさえ気をつければ扉を押して隙間を作り、そこから脱走するということはハムスターにとってかなり難しいと思います。ブカスターユーザーの皆さんはどうでしょうか。もし脱走経験のある最強ハムスターさんがいたら、ぜひコメントで教えてください。また皆さんが実際に使って感じていることもぜひコメント欄で共有していただけると、これから購入を検討している方の参考になると思いますので、ぜひお願いいたします。ここまで気に入っているポイントをたくさんお話ししていきましたが、実際15ヶ月使ってみて、ここからは正直ここは大変だったということや注意点についてお話ししていきます。120センチモデルは Amazon Japan にて約3万円ほどします。ハムスター用ケージとして考えると決して安いお買い物ではありませんね。
ただ現時点で日本で比較的入手しやすい市販ケージの中では最大クラスのサイズだと思いますので、現時点ではケージ自体のクオリティっていうよりかはここにケージの大きな価値があると感じています。今後ハムスター飼育の市場がさらに成長していけば、もっと様々な価格帯の大型ケージが登場するかもしれませんね。楽しみです。そして15ヶ月使用してみて感じるのは、特に 3.0 シリーズは非常に頑丈な作りなので、正直まだまだ数年は問題なく使えるなという印象です。また交換用のパーツも別で販売されているため、壊れた部分だけを交換しながら長く使える点も安心です。初期費用としてはかなり高いですが、長期的に見ると十分価値のある投資ではないかなと感じています。頑丈な作りになった分重いです。ケージの本体だけでもそれなりの重さがありますが、そこに床材を大量に入れ、砂浴びや隠れ家などのアイテムを設置していくとかなりの重量になります。正直なところ、ケージ内をハムスター好みにセットアップした後、安全に一人で持ち上げるのはほぼ不可能だと思うんですけれども、試したことある方いらっしゃいますかね。もし実際に持ち上げられたことがある方は教えてください。我が家ではこのケージと一緒になんとお引っ越しも経験したんですが、かなり大変でした。引っ越し業者さんには本当に頭が上がりません。実際のお引っ越しの様子が気になる方はぜひこちらの動画も見てみてください。120センチモデルの購入を検討されている方には別で販売されている専用のキャスターを強くおすすめします。我が家でもこちらを使用していますが、エアコンの効率を考えて位置を変えたりする時にも本当に助かっています。またエアコンが稼働している部屋へケージごと移動させたりもできるので、節電にもつながってきますね。なおこちらのキャスターは 3.0 シリーズと 2.0 シリーズでタイプが異なるので、しっかり対応しているケージモデルを確認してから購入してくださいね。また組み立てやレイアウトを完成させてからだと自由な移動はかなり難しくなるので、ある程度計画を立ててから作業を始めることをお勧めします。キャスターを設置していてもケージ自体がかなり大きいので、動線が狭いとケージが通らない可能性がありますので、ある程度広いスペースを確保してからの方がいいと思います。実際のケージの組み立て方やその様子はこちらの動画からご覧いただけます。次にお話ししたいのが健康チェックについてです。これは大型ケージそのもののデメリットというよりかは、深い床材やエンリッチメントを充実させた結果起こりやすくなる変化かもしれません。我が家では床材をたっぷり入れているということもあり、気がつくと地下で過ごしている時間もかなり長くなりました。これはハムスター目線で考えるととてもいいことだと思います。実際にポムさんも地下生活をかなり満喫しているんですが、ただ一方で飼い主目線では少し困ることがあります。例えば体重測定、毛並みの確認、しこりのありなし、歩き方の変化や目や鼻の状態などはお掃除などイベントがない限りは基本的にハムスターが地上へ出てきたタイミングでしか確認できません。つまり飼い主の都合ではなくハムスターのペースに合わせる必要があります。特に高齢のハムスターや過去に病気の経験がある子などこまめな健康チェックが必要な場合はこの点を意識しておく必要があると思います。我が家では回し車の走行距離で活動量を確認したり、地上に溜めてあるうんちの状態を確認したり、セキュリティカメラを設置して夜間の活動をチェックしたりしています。さらに透明なアクリルパネル越しに巣穴が見える場合にはどんな餌が残っているのか、巣穴はどういう状態なのかなども確認しています。
もちろんケージ掃除の際にはこれらを総合して念入りにチェックすることができますね。深い床材や大型ケージにはたくさんのメリットがある一方で、飼い主側の観察方法や向き合い方をアップデートしていく必要があるなと感じています。次にこちらのケージを使用していて気になったのが通気性です。このケージは脱走しにくい構造になっている反面、一般的な金網ケージと比較するとやや空気がこもりやすい印象があります。実際にこちらのケージに飼い主が入ってみたことがあるのですが、少し息苦しく感じました。もちろん人間とハムスターではサイズが違うので、ハムスターが同じように感じているという意味ではありませんが、ご覧の通り空気が出入りする場所は主に側面の通気口と上部の蓋の部分のみになってしまうので、我が家ではポムさんが地下で眠っている昼間の時間帯に上の蓋を開けて換気を行っています。室内全体の空気の流れを意識することも非常に大事だと思いますので、特に夏場や湿気が高い時期にはエアコンと除湿機も活用しながらケージ周辺の環境にも気を配っています。今のところ我が家では通気性が原因と思われるトラブルは起きていませんが、これから購入を検討される方は脱走しにくさと通気性の両方を考えながら設置場所を選ぶといいと思います。飼い主がとても気に入っているこの前開きの扉なんですが、いくつか注意点があるようです。まず一つ目は扉を閉める際の安全性ですね。実際にレビューなどを見ていると、扉を閉める際にハムスターの指や手足を挟んでしまったという報告を見かけることがあります。特にお子さんがいるご家庭では閉めるタイミングに注意が必要かもしれません。この扉はサイズが大きいため、ハムスターがどこにいるかを見落としてしまう可能性があります。扉を閉める際は必ずハムスターが十分離れた場所にいることを確認してから閉めるようにしてください。そしてもう一つがクリップです。120センチモデルには合計6つ6個のクリップがついています。以前使用していた80センチモデルはここが2つだったので、脱走防止や安全性の観点から見ると向上しているのですが、その反面正直なところ毎回開け閉めするのが少し面倒です。以前使っていた80センチモデルでは、ポムさんが出てきたというタイミングでもっと気軽に扉を開けることができたのですが、120センチモデルはクリップが6つになった分3倍の時間がかかります。またレビューなどを見ていると、稀にクリップが緩い状態で届いたという報告も見かけましたので、もしクリップがしっかり固定されていなかったり、一つでも閉め忘れてしまったりすると扉に隙間ができて脱走につながる可能性があります。組み立て後は全てのクリップが正常に固定されるかを一度確認しておくと安心ですし、締め忘れがないかの確認が毎回必要です。購入時に予備のクリップは同封されていますし、交換用のパーツも個別に販売されていますので、万が一クリップが緩かった場合も対応はできます。最後は掃除の際の飼い主の体への負担です。120センチモデルは高さも追加されているため、床材の交換やレイアウトを変更する際にはどうしても前かがみになる時間が増えてしまいます。飼い主の場合、大掃除をした翌日に腰回りが筋肉痛になります。そこで我が家では腰を痛めないように日々ストレッチをしたり、腰回りの筋トレを多めにやったりしながら対策をしていて、今のところ腰は健康なんですが、まだベストな解決法を見つけられていないのが現状ですね。もし何か良い方法を実践している飼い主さんがいらっしゃったら、ぜひ教えてください。ということ
ことで今回はブカスター 3.0 120センチシリーズを15ヶ月使ってみた正直な感想をお話ししていきました。実際に総合して見てみると、我が家ではこのケージにアップグレードして結果的に本当に良かったなと感じています。もちろん大変な部分や課題もまだまだあるんですが、それ以上にポムさんがケージ内で生き生きと過ごしてくれている姿を見ることができて、飼い主自身も本当に幸せな気分になります。実際にこのケージを使ったレイアウトの工夫やアイデア、そして生き生きと過ごすポムさんの姿についても過去にたくさん動画を出しておりますので、ぜひチェックしてみてください。これからハムスター飼育市場がさらに成長して、こういった大型ケージの選択肢がもっと増えていったらいいなぁと思っています。もし今大型ケージを検討している方やケージ選びで悩んでいる方がいたら、我が家の経験が少しでも参考になれば嬉しいです。今回の動画が参考になったという方はぜひグッドボタンで教えてください。今回ご紹介したケージのリンクは概要欄に貼っておりますので、気になる方はチェックしてみてくださいね。皆さんが使っているケージやブカスターシリーズの感想もぜひコメントにて教えていただけると嬉しいです。これからもこのチャンネルではハムスターがハムスターらしく暮らせる環境づくりについて、実際の飼育経験や海外の飼育情報をもとに発信していきます。最新動画をお見逃しないよう、ぜひチャンネル登録、通知ボタンをオンでお待ちいただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。